ちは、かよです。今回はですね GRWM やっていきたいと思います。なんか企画ものも多かったりして GRWM ちょっと久しぶりなんじゃないかなと思うんですけど、今回も、新作だったりとか、今回ね見た目がとにかく可愛すぎて実際使ってみてみんなに共有したいと思った超お気に入りのパウダーだったり、あとリップとかもねあるので、そこら辺をふんだんに使いながら、途中ちょっとさ失敗したかもとか思いながら汗しながらちょっと黙ってメイクしてるシーンもあるんですけど、結果的にこんな感じでいい感じにまとまったので、ちょっと難しいアイメイクの時の参考にしていただけたりしたら嬉しいです。はい、ということでどうぞ。今日はねめっちゃ可愛いパウダーとかリップとか、もう見た目大優勝コスメがあるので、そこら辺をメインにちょっと使いたいなっていうことで、選挙に行くんですけど、これからじゃあまずちょっと拭き取りというか、こちらちょっと拭き取りに使うのあまりにもちょっと高級なんですけど、コットンで浸透させていきます。なんかどっしりと構えてる化粧水、これちょっと先の9月全国発売なんですけど、8月ぐらいから8月の終わりぐらいから先行発売されるアイテムですね。最先端ななんかベータカロテンだっけなとか、低分子高分子とかいいものを作ってくれてますなんかもう説明がね難しいのよ。グルカンだ、ごめん、高純度ベータグルカンに加え、肌の回復力に注目した独自成分のプロキシレン高分子と低分子のヒアルロン酸を掛け合わせたマルチヒアルロン酸、シワ改善有効成分として知られているアデノシンの3つの美容成分を採用みたいな。使い心地が良くて結構とろみがあるので、こうやって拭き取りみたいな感じでパッドでねスルスルって滑らせてのせるのにもめちゃくちゃいいし、すっごく気に入って使ってます。ちょっと順番間違ったんですけど、こちら導入美容液ですね。ジェネフィックアルティメセラム美容液使ってきます。これもなんか瞬時にお肌に入っていってくれる感じがめっちゃ、すごくテクスチャー好き。このライン私合うなって思いました。これでクリームまでたっぷりのせちゃうとちょっと重たいんですけど、美容液までで締めればいい感じに仕上がります。最近一番使ってるファチュイテのブライテストマルチプロテクションデイエマルジョン A 使います。 SPF44 なんですけど、すごくしっかりと日焼け止め効果も感じるので、なんか日焼け止め塗ったりしてたら黒くなってて落ちてたら白くなるみたいなやつあるじゃないですか。日焼け止め塗れてるかどうか検知できる鏡を最近持ち歩いてて、見ると結構これ時間が経ってもちゃんと肌にいてくれてて安心できる。ちょっと上からこちらじゃん、ジル・スチュアートイルミネーティングジェルセラムプライマー。これはめっちゃツヤツヤに仕上がる下地なので、今日は土台に仕込みます。ちょっと出しすぎたな。結構これねキラキラツヤツヤに仕上がるので、ハイライトゾーンにいいんだよね。ハイライトとしてポイントにのせても綺麗なぐらい、ちょっと今回は下地に仕込んでますけど、そんぐらい綺麗こんな感じで。ちょっとこの前アヤンヌさんとコラボの時に久しぶりにジル・スチュアートのリップの新作を触らせていただいて、やっぱジル・スチュアートもなんかいいもの多いよなっていうことで、ちょっと下地を取り出してきました。でもこれも割と新作なんじゃないかな。今年の頭らへんに確かリニューアルしたんじゃないかな。こんな感じで最高。したらクッション、こちらじゃん、アバウトトーンのスキンレイヤークッションです。めちゃくちゃ綺麗でしょ。ちょっとこれだいぶ分厚いから持ち運びには微妙なんだけど、こんな感じで持ち手もデザインがこんな感じになってておしゃれだよね。もう使ってるんですけどいい感じです。メッシュタイプになってて、かなりカバー力がすごいんですよ。アバウトトーンってカバー力高いパウダーで有名かなと思うんですけど、このクッションもめっちゃカバー力高いので、カバー力高いの好きな人におすすめです。マットなね仕上がりなんですよ。一応公式はセミマットって書いてあるけど、私的には結構マットだなと思うので、普段割とツヤが好きな人はさっきみたいな下地、ツヤ系の下地と合わせて使うといいかなって
思います。少量でかなり綺麗です。重すぎない感じがします。ちょっとでも21番明るいかも。よいしょ。なんかさゆりさんの家族のね、そうちょっとこう選挙詳しいって言ったら変だけど、さゆりさんの旦那さんとかさゆりさん自身もそうだし、あとあやねさんとかみんなすごいこう教えてくれて、私になので行こうって思ってます。行ったことあるんですけど、正直ね、ぶっちゃけ本当にお恥ずかしながらですが、ここのお家に引っ越してきてから初めて行きます。はい。一緒に人と住んでた時、結婚した時とかは旦那さんと選挙に行ったりとかしてたんですけど、一人になってからちょっとあんまり参加できてなくて、はい。でもちゃんとね、私も一日本の住人として積極的に参加しなきゃダメですね。反省してます。はい、ローラ・メルシエのリアルフローレスウェイトレスパーフェクティングコンシーラー 1N1。 でもなんか私自身なんとなく大事だ、もちろん大事なことだなって分かってはいたんですけどね、本当に。でもやっぱ日常生活でこういろいろさ、やりたいこととかが日々仕事もねあって、まあ期日前投票とかもあるからさ、当日行けなくたって別に本当に行く気があれば行けると思うんですけど、なんかこう行く気がなかったわけじゃないとは思うんだけど、優先度がすごく低かったのかなって正直思います。だからちゃんとね、周りの皆さんが教えてくれたりとか、なんか正直選挙参加する時もあったけどしてない時もあったっていうのとかも言いづらいことな気もしてたんですけど、まあなんか私も周りに教えてもらってとか、周りもみんな言ってるからやっぱ行くべきだよなって改めてこう考えが素直に思えたし、まあ私もこれから行くよっていうのを発信することで、私も次から参加しようかなって、まあ私のチャンネルを見てくださってる方は年上の方だったりとかね、しっかりこう考えてるようなしっかりさんが多いと思うので、そうでもさ、正直分かんないじゃないですか、人それぞれ。だからもう行けてないから悪とか言ってるからもうなんていうのどうとかねじゃないと思うんですけど、でも私はちゃんと参加したいなと最近みんなのおかげで思えるようになりましたね。まあ、でもこういう話って結構ナイーブな話みたいな風にちょっと前までなってたと思うんですけど、最近結構なんか TikTok とかでも選挙に行こうみたいな活動をね、美容系の人でも出してたりとか、動画みんな変わりたいって思って行動に移してるんだなっていうのを、変わりたいじゃないか、変えたいとかかな、日本を変えたいみたいな感じで行動に移してくれてるんだなっていうのを最近ね感じますね。はい、そしたら次ですね、パウダーがこちら、ゲランのメテオリット BU フェニックス。このメテオリットの BU っていうのが商品名なんですけど、もともとあるやつで、今回それの数量限定のフェニックスっていうシリーズみたいなんですけど、もうさ、置物のようになんかこれ中身使い終わったら小物入れになりそうですよね。パカッて開けると、もうちょっと使ってるので申し訳ないんですけど、こんな感じでパフが入っていて、わー、こんな感じでパウダーのボールがいっぱい入っています。はあ、天然由来成分 95% からなるフォーミュラーでマザー・オブ・パールっていうのを配合してくれてるんですって。なんかマットとパールのカラーボールがいっぱい入ってるみたいです。なんか一回使った時に結構ラメがついたので、これメインで使うのどうかなと思ったんですけど、ちょっと一旦これを全体にのせてみますね。軽くなんかブラシでのせると、これパウダーじゃなくてチークかもっていうほど結構カラーものりました。このパフでふんわりのせるとそんなめちゃくちゃ色がつく感じでもないかも。でも結構ね、パールがしっかりなので、私的にはハイライトっぽい使い方とか、チークハイライトみたいな頬の高い位置にのせるのめっちゃ可愛いんじゃないかなって思います。もうなんかでもアートですよねツヤツヤセミマットの
ファンデーション塗ったとは思えないぐらい。でも全然平気だったか、めちゃくちゃ綺麗ほら、結構サラッサになってるんですけど、ていうか本当にすごいいい感じのパール感ですね。はい、ちょっと眉毛はシュウ様に今ぞっこんなので、チェスナットブラウンをまず全体的にバーっと、なんかこっちでパウダー的な役割でふわーっと描いて、眉尻だけ細いので描くのがいいなと思ってます。こっちのねめっちゃ細いやつ、ニードルブローのウォルナットブラウン。このニードルブローの方が私的にすごい描きやすくて気に入ってるんですけど、でも細くてさ、これをメインにこの1本だけで使ってたらすぐ使い切っちゃいそうな気がするのよ。でもちょっともったいないので、細くないと描きにくいこの際の部分とかニードルブローで描いて、そんなに細くなくても描きやすいというか、描けるようなこの真ん中のあたりとかはこのペンで描いてっていう調節をしながらやってます。したらこの際はこんな感じでどうかな。アイブロウはアディクションのアッシュ007番、アッシュグレージュかな。かなり白くなる色なので、若干ティッシュで拭いてからのせてあげるとドバッとつきにくくていいかも。こんな感じで、はい、いいと思います。リディオンの夏の新作もちょっと使いたいんだよね。この前さ、たまたま中華屋さんで横になった人が、なんかリディオンの卸をしてる社長さん、なんか韓国人さんだったんだけど、たまたま一緒になって仲良くなって、なんか人生で初めて私はキャバクラに行きましたそのリディオンのおじさんとか言って、その友達たち恵比寿のキャバクラに行ったんですけど、もうなんかそう中華屋さんに行く前からその男性陣っていうか、そのリディオンの人リディオンの人とか言ったらリディオンに申し訳ないですね。でも分かんないよね、リディオンとかやってるって言ってたけど本当か分かんないからね、本当にあれなんですけど、でもなんか仲良くなったので一緒になんかもう一軒中華屋さん行った、中華屋さんの後に一軒おすすめなバーみたいなところみんなで行って、その後キャバクラに連れてかれて、私はすぐ退散しました謎の経験すぎる。すごい見て、じゃん、リディオンのこんな持ち歩きのブラシが、めっちゃいいね。もう早速使ってるのがこのシングルアイカラー08番、夏に新しくまず出たやつ。こんな綺麗なキラキラな、でも結構大粒めなんですよね。ブラシでアイシャドウなんですけど、これで夏って感じ。ブルーパールミもあるのかな、そんなことないかな。こんな感じでツヤっとさせました。シングルアイカラー09番、これもアイシャドウなんですけど、結構明るめのオレンジで可愛い、ちょっとモードっぽく仕上がりそうなアイシャドウをねメインで使いたいので、イエローのチークも合いそう。はい、いいと思います。こうやってやったら戻る。でこうだ。めっちゃちっちゃくなるから、これ持ち運びマジでいいですね。持ってこう、ポーチに入れます。でしたら土台に、アイシャドウの土台にも入れとこうかな。なんか DD を使うと全然その今回のギフティングとかその方が関係してるわけじゃないんですけど、でもなんか思い出しますね、キャバクラをでも本当に多分ね携わってる方だと思うんですよね。男性でフォローさせてもらったんですけど、インスタなんか共通のね、そのコスメの PR さんとか、あとインフルエンサーさんとかがそのおじさんのことをフォローしてたりしてたので、嘘じゃないんだなって本当なんだなっていうのは思いました。もう喋ってて分かるんですけどね。なんかディディオンとかアニベンとかドラッグストアコスメとか、なんかそういうのの卸っていうか、なんかあれなのかな、なんか韓国の方だったから、韓国とその日本のそのコスメ作ったりするその OEM の貿易関係の人なんじゃないかなってなんとなく思ってるんですよね。
めちゃくちゃ日本語得意だったからさ。そうだ、なんかいつか一緒にねお仕事したいなって。でもやっぱなんかそうやってアニベンとかディディオンとかどうやってみたいな話をちょっと聞いたりとか、酔ってたからそんな深くは話してないんですけど、軽く聞かせてもらったりとかしてすごい楽しかったです。でも韓国の友達もそうだし、韓国の人ってみんな本当にお酒強い人多くて、もちろん弱い人もいると思うんですけど、なんか多分平均値がチャミスルとかで育ってきてるのか、なんかすごいお酒強い人が多いんですよ。だからなんか気軽に2軒3軒とか行ったら潰されかねないなって思いました。はい、こんな感じで。たら私は今日ゲランが使いたい気分なんですっていうことで、アイシャドウもこちら、うわーめっちゃ久しぶりのゲランじゃーん、オンブルジェアイシャドウの131番です。かなり大人っぽい。うわーしっとりしてる。すごい。なんかここの色今つけたんですけど、パッと見白く見えるのにすごいブラウンですね。4色塗ってみました。こんな感じです。まずこのツヤ感ちゃんをのせようかな。なんか意外と目元にのせるとそんなブラウンしてない。したらこのゲランのブラウンカラーを取って、ちょっとオレンジ味があるからそこまた可愛いんだよね。夏に発売されたシリーズだけど一年中使いやすいブラウンアイシャドウ。したらこのブラウンをしたら最後ブラックでオレンジ、ここの色をブラシ取って、なんかタコピーっていうネットフリックスのアニメ、もともと漫画みたいだったんですけどアニメがやってて、それを知り合いに勧められてたまたま見たら、もうすごい内容でネタバレしないように深くは言わないんですけど、こんなドラマあっていいのみたいな、こんなの大丈夫放送してみたいな感じの内容で、すごかったです。でもなんかもう私1話でもう十分かもこのアニメって思ったんだけど、やめられない、止まらないっていう感じ、かっぱえびせん状態でどんどん見ちゃいました。ちょっとねピンク色欲しいな。サンシャインチークのおうち時間で、次にまた18番テレ屋さんの挨拶、名前が可愛い。もっと明るめの色、なんかグラデっぽく仕上げたいなと思ったのでグラデーションっぽく。結構チークもねアイシャドウみたいに重ねていく時代ですね。最近さやたらマッチングアプリのさ案件が多くてさなんか恋愛話一回したじゃないですか、動画で Q&A みたいな、あれで引っかかってるのかなとか思ったんですけど、でもさ今さアプリって本当にいっぱいあるからさ、なんかこう怪しいアプリっていうの、なんかパパ活に使われてるアプリとかさ、なんかそういうのを間違って紹介しちゃったりしたら私の視聴者さんが危ない目に遭う可能性もあるわけで、ちゃんと慎重にね、なんか特に美容系じゃない案件は、少ないけどね、美容系だからさ、美容系関係ない案件の声掛けをされることって少ないけど気をつけなきゃと思います。いろんな案件がこの世の中にはあるなっていう。でもさ、私結構周りでマッチングアプリで付き合っていい感じの人多くて、それこそ今のお姉ちゃんの彼氏もマッチングアプリで出会って、今すごいラブラブ、超幸せそう。なんか今の時代の出会い方としては、なんか3人に1人ぐらいマッチングアプリで結婚したりとかしてる時代だし、何の違和感もないよねっていう。これもリディオのマルチコンシーラーの01番、細いねコンシーラーで涙袋にぴったり。このマルチグリッターシャンパンベージュ、これを使います。これ結構ねキラッキラになるので好き。ほら最近またハマってます。
ほくろを描いていきます。そしたら今日使いたいリップ、じゃーん、ゲランのリップでございます。こちらも最近のね限定のパッケージで、色も超かわいい。ルージュジェラグジュリアスベルベットの819番、めっちゃかわいい色です。これはかわいいということでこれをメインにしたいんだけど、まずねこれビセのボリュームダブルリップライナー、これ面白くて、こっちにシェーディングカラーが入ってて、こっちにリップライナーがついてます。これでこうスルスルってかける。この色は01番のピーチベージュですね。まずこんな感じで土台を描きます。じゃん、こっちのシェーディングの色味で陣中短縮で、この可愛いやつ、こんな感じでインライナーエトゥセのアイエディション02番、いい感じじゃない？もう鏡もついてるから使いやすい。819番がすっごく好きだなと思ったんですけど、じゃん、まだあと2色あるんです。こっちも使おうかな。ベルベット同じのの234番、ちょっと比べてみる。555番、最後内側にもうちょっと濃い赤っぽい色のせてもいいかなと思うので、555番めっちゃ滑らかで本当に綺麗な色。555番も可愛いし、こっちの方がちょっと大人っぽい深いレッドかな。ちょっとオレンジ味もあるか。なんかでもちょっとトーンが全体的に暗め。ちょっと友達から電話来てるけど続行します。トーンが全体的に暗めなので内側に赤を塗ろうと思います。555番。選挙行くためにこんなに頑張ってメイクしてます持ち上の上げ方は人それぞれだから。髪の毛とかお洋服整えて戻ってきます。バイバーイ。はい、ということで戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。いかがでしょうか。今回はGRWM ということで、これからねお出かけっていうか選挙に行ってから外で作業しに行くだけなんですけど、ちょっと使いたいコスメがねいろいろ溜まっていたので、紹介しながらメイクアップしてみました。めちゃくちゃ可愛いよね。やっぱりねゲランのコスメは香りもねすごく良くて癒されるので、トータルでなんか見た目も可愛い、香りも良くて、色とかテクスチャーもね天然由来成分とかで作られているような、すごくお肌にも優しい感じで好きなんですよね本当に。ということで最近の一押しのゲランちゃんを多めに使ってメイクしてみました。かわいい。なんかアイシャドウは持ってたよりも結構ダークめだったので、やっぱブラックの範囲を狭めた方が普段使いにはいいかなと思いました。本当はアイメイク作ってる最中もっとこうアイライナー長めにブラックで引いたりしてたんですけど、ちょっとねそういうメイクも可愛いんですけど、普段のメイクにはちょっと今っぽくないかなっていうか、ちょっとこう重たくなっちゃうかなと思ったので、なんかさこう気合い入れたい時のメイクとか女子会メイクとかちょっとこうねイベントの時とかはいいと思うんですけど、普段使いの使い方的にはこんぐらいがいいかなっていう感じで、こう黒の配分もちょっと変えたりして最後整えちゃいました。はい、ということでこの動画がいいなと思ってくださいましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。また Instagram や Twitter、TikTok やレッドでもやっているのでよかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。